ここは日本埼玉県のあるところ、竹林の奥に鎮座する才の根道場では、今日も尺八の高みを目指す者たちが厳しい修行に明け暮れています。帯渚上永大輔登山流尺八師範への道。皆さんこんにちは。フリーアナウンサーの帯渚です。マスター鷹山です。はい、前回知識編ということで、日本の音階がどういう変遷をたどって、江戸時代の音階にたどり着いたかということを学んだんですけれども、勉強になりました。はい、すごく本当に出しにくいんですよ、その江戸時代の音階が。はい、それをでも出せるようにならないと初伝の曲にチャレンジしていけないという、日本の伝統音楽が演奏できないというところなので、はい今日はその登山流では半音と呼んでいる、小さい文字で表す「つ」や「は」の出し方というものをちょっと確認していきたいと思います。こういうのを、メリ音って言ったりするんですけれども、指を開けるだけではもう出せないんですね。もういろいろなことをして音程を頑張って出さないと、つの半音や歯の半音は出すことができません。難しい。はい、僕が教わった時には、メリというのはとりあえず首を下げろと言われました。確かにまず首を下げる癖は身につけていかないといけないんですね。ちっちゃい文字が来たら下げないと反応することも大事なんですけれども、首を下げるだけだとやっとここに安定して息を当てて音が出せるようになったのに、角度を変えたら当然ながら息が外れて音が出なくなっちゃうじゃないですか。実はメリの出し方っていうのは首を下げればいいということではないんですね。僕なりに考えたメリの三大要素というのがあります。今日はそれを学んでいきたいと思います。どうぞ。メリの三大要素を知るべし。はい、というこんな心得でいきたいと思うんですが、三大要素を言っていきますね。まず一つ目、首じゃなくてまず息を下げることが大事です。息を下げる。はい。どういうことかと言いますと、今角度も指も何も変えてません。息の具合を変えているだけで音程が若干下がっています。これは普段尺八を吹いている時って、例えれば水道ホースの出口を指でギュッてつまんで水が前にビャーって勢いよく出てるみたいな、そういう状態でこう息を前に出している状態なんですね。つまんだホースをこう力を解いてあげると水がボトボトボトと下に落ちていきますよね。同じことで息のこの周りの力、体もそうなんですけど、周りの力を抜いてあげることで息が下に落ちます。息が下に落ちると音程は下がります。まずこれがメリの第一歩です。ちょっと柔らかく吹くみたいな感じですか？そうですね。人によって口の脇をすごい緊張させてる方とかもいると思うんですけど、そのあたりの筋肉を落とす。あとは下顎の力を緩めるとか、いろいろなコツ感覚はあると思うんですけど、ちょっと一回やってみましょうか。おつのちでまずは普通に吹いて、で息を緩めて下げて落としてみましょう。いいですね。どうですか？すごくいい感じに今音程が下がっています。息を下げると同時に若干顔もこう下に今なんか猫背みたいになっちゃう。でもそれも正解です。この後結局首は下げていきますので、顔を下に下げたくなる気持ちも分かりますね。息を落とすわけですからね。どんな感覚を意識しました？口の周りの。とにかくこう柔らか弱い感じの息を入れようというふうに、パーンって飛ばすぞっていうよりは緩い柔らかい感じの。いいですね。しかも良かったのが、弱めようって思っちゃうと、ついついこっちで響いてる響きがこう浅くなっちゃうんですよ。それだと結局かすれちゃいます。深さは保ったまま周りの力を解いていったので、音がしっかりかすれずに音程が下がっていったんだと思います。まずこれが一つ目ですね。息です。そして三大要素、二つ目は首になります。
息が下に下がれば下がるほど当然ながら外れやすくなってきます。それを外さないように受け止めてあげられるように当たる場所をどんどん変えていく、はい、別の言い方をするとですね、顎で普段ここを塞いでいます、はい、これをよりたくさん塞いであげる、そうすることで息を受け止めやすく、より音程が息に合わせて下がっていくようになります、これだけでも1音ぐらいは下げていくことができるんじゃないかなと思うので、ちょっとチャレンジしてみましょう。でもいいんですか？だいぶ最初にしてはすごく上手に、できてると思います。弱くなってどんどん消えてっちゃいますけど。そうですね、当たる場所はそんなに変えないことが大事ですね、息がどこに向かっているかっていうのと、ここに当たってる場所がどこなのかっていうことがちょっとブレちゃっていたんですね、でここをただ意識しすぎると今度響きも浅くなっちゃうので、多分その両方があったんですけれど、大事なのはここを塞いでいくんですけれど、でも響きはちゃんと中に伝えてあげてください。隙間は少なくなっていくんですけど、少ない隙間の中をくぐり抜けてこっちまで響いていくような感覚で、いいですね、いいですね。響きが中に入っていました。これが外に抜けるとかすれちゃう。今すごくうまくいっていたんですけど、あと良かったのは首を下げようとして下げてるんじゃなくて、ちゃんと目的が分かって下げていたので、すごく意識しました、ここ。ただ目的が分かってるだけに若干楽器の方が動かしちゃってるかもしれないですね。それを楽器は動かさず、ここはもう動かさずに、首の動きだけでここの塞ぎ具合をコントロールしていけるといいかな、もう一回だけやってみましょうか。いいですいいです今の段階でそこまでいければもうバッチリ、ここで三大要素の3つ目が指になります。息の下がり具合、塞ぎ具合に合わせて同じレベルで指も塞げば塞ぐほど音程が下がっていきます。1音半とか2音とかも下がっていきます。今まだその3つの要素が完全にこう噛み合っていないので、どこかがまだ追いついてなかったり先に行ってしまったりしてるんだと思うんですけれども、でもすごくいいです。ずっと地で練習してきたんですけれども、今日は一番尺八出すのが難しいつの半音と歯の半音をやりたいので、ちょっとつでもやってみましょう。つからここぐらいまで下げてみましょうか。いいですね。三大要素の最初の1つ目と2つ目をすごく大事に演奏してくれていました。なので穴としては実はもっと塞げる余地はあったんですよ。なんですけれど音程もすでに十分下がってましたね。実際の演奏ではもっと指に頼っても大丈夫です。もっと塞いで大丈夫ですけれども、今の時点でそこまでコントロールできていれば素晴らしいと、思います。で大変なのがこの「つ」のメリを吹くときに、どうしても江戸時代の5音階だと「つ」の半音に行くときに「レ」から降りることになります。レの次が「つ」なので、ここから一気にいかないといけないですね。ちょっとその練習もしたいなと思います。おつでも噛んでもいいです。レから、そうですね。今噛んでチャレンジしてくれましたけど、噛んでそのおつにどうしても下がりそうになっちゃいますよね、音が。低い方に、いっちゃいそうになると思うんですけれど、
大事なのは息の勢いは殺すことはないんです。口の周りの力を抜く必要はあるんですけれど、響きは同じ場所に届けたいし、ずっと同じところに同じ吹き方で入れていって大丈夫です。同じ息でたっぷり吹いて大丈夫ですので。おー、いいですね。本当にこの繊細な、本当にわずかな、はい、わずかな違いでコントロールが難しいですけれど、これをぜひ自分のものにしていきましょう。練習します。尺八。今日のおさらいですね。はい、つの半音と歯の半音がたっぷり出てくる江戸時代の曲、皆さんもよくご存知桜桜。一回ちょっとお見本吹こうかなと思います。見せてください。そのつの半音と歯の半音どれくらい下げればいいのって感覚、最初なかなか迷うというかわからないと思うので、実際にはその江戸時代の音階なのでチューナーの E フラットとか B フラットとかよりもちょっと低めに取ります。20セントぐらい、はい、ちょっとその感じで吹いてみようと思います。はい、というニュアンスで演奏できるといいかなと思います。それでは行ってみましょうか。桜桜、どうぞ。尺八。いい意識だなって思ったのは、たっぷり吹こうって常に思ってくれていましたね。はい、若干それが出したい音に対して強すぎちゃって音がブーストしちゃっている時も、多かったんですけれど、もっと柔らかくですね。なんですけれども、逆にそれによって出したいメリ音、その半音はしっかり出ていました。特に歯に関しては塞ぎ具合もちょうどいいんじゃないかなと思います。つがですね、まだ若干結構開いてるので、パッてレから降りてきた時にもっとたくさん塞いだ状態っていうのをちょっと体で覚えてもらえると、ほんのちょっとだけ開ける、本当にもっと塞いでいいですよ。本当にわずかに開いてるだけでいいので、もちろん塞げば塞ぐほど音出しにくくなるので開けたくなる気持ちもあるんですけれど、結構塞いじゃって大丈夫です。あともう一つ気をつけてもらいたいのは、めった後にちゃんと戻すことですね。そのまんまになりがちですよね。そうですね。どんどん下がっちゃう。どんどん下がるとどんどん吹きにくくなっちゃう。常にめってる状態に、なってしまうので、ちゃんと普段の半音じゃないロツレチハを吹くときには戻すように
ということで引き続きですね、この「は」と「つ」の半音と仲良くなっていきつつ、早速ですが初電に向けてこのまま曲も進んでいこうと思います。はい、頑張っていきましょう。はい、おっす。